今回は、年収400万なのに子供2人と専業主婦とマイホーム買ったんやが、というスレを紹介します。スレミンの意見が入り乱れる展開だぜ。貧乏は嫌よね。素直すぎて草。早速ですが見ていきましょう。やばい。ようやっとる。頑張れ。クソ田舎では無理だった。子供がかわいそう。子供買うなよ。大学どうするんや？島根とかなら割と普通やで。バカの見本市。地方なら普通では？私は買われた。2000万くらいの安い建て売り住宅やで。おめえの年収じゃ、2000万は、大金じゃねえか。子供買ってて草。車は50万円以下のボロを買う予定。買わなくてもやばい。住宅ローンなら別に家賃払いっとるようなもんやろ。嫁を働かせろ。子供に貧しい思いをさせてしまうかもしれなくて不安なんや。専業主婦も高単価いな。住宅ローンなんて家賃と変わらんそれどころか死んだ時の保険になるしええやん。パパ活かよ。専業主婦は年収600万ないと買えないんやで。買えるなら嫁を買いたかったよ。家のローンは月5万円台だよ。0歳と2歳やからまだ嫁は働けないよ。頭金たくさん積んだの？余裕だろボーナス払いとかしてないよな。いやいや働けるやろ嫁甘やかしすぎさっさと保育所ぶっこんで働けや。ボーナスも5万くらい設定したかな。余裕やん。何の心配や？ええんちゃう？何歳？ドンキで買ったらしい。一致何歳や？子供と専業主婦はいくらしたんや？嫁のパンツープ。人身売買してて草。嫁はあんまり働く意しないみたいだが、生活できるのかこれ。Y は35歳で嫁は30歳。35歳で年収400万あっさっし。ようやっとる。言うほどよくやってるか？報酬いつからどうしたって？さすがにきつそうやけど娯楽綺麗にできるならいけそう。買い切りの専業主婦なら欲しい。節約して頑張れ。一買定期。金はなんとかなる定期。そのうち嫁が危機感感じて働くようになるよ。ならなかったら終わり。親ガチャ外れ。補助金とか色々調べとけ。マジで変わるから。子供2人いたらどうせ家賃10万超えるんだからさっさと家買った方がいいだろ。嫁をパートに行かせて子供はどうにかして託児所に入れるんやで。パパ頑張って。子供の動画嫁に撮らせて YouTube に上げとけ。家も買ったばかりで子供もこれからだから。この先どれほどの金がかかるのか道や。家買う前賃貸住んでたんやろ？毎月の返済額がその時より支払い額減ってるなら平気やろ。固定資産税だけは増える支払いやから要注意や。中学からめちゃくちゃ金かかるで。塾にも行かせないならあれやけど。ええやん。ワイも子供欲しい。田舎なら余裕。子供のためにバイトはしてやれよ。心配ならファイナンシャルプランナー行けよ。アホちゃう。嫁は子供の育児 YouTuber やれよ。赤ちゃん撮ってる数万再生いくぞ。ジジババも好きな時に見れるし。よってはよ働かせろ。住宅ローン反対派ってどう考えても一人身の家賃基準にしてるよね。子供2人いれば家賃もかなりかかるんやぞ。月7万ぐらいで計算してるがマルジ多いよな。一軒家と比較するなら家賃15万はミント。ちなみに貯金は200万ないくらいかな。株家電でほとんど消えた。ローン組む時に保険入らされたやろ？いざの時に安心やな。余裕やろ家なんか2000万もあれば買えるし。嫁も働きに出して世帯年収700目指せ。専業主婦っていくらくらいなんや？人身売買合法化か。未来は大変やね。発展途上国かもしれん。ファイナンシャルプランナーに相談やね。子供いくらで買ったんや？全然ええやん。日本を支えてくれ。安い建て売りなんて8年くらいで外壁屋根がボロボロになってくんだが安い建て売り買うやつは金がないので手入れができないという悪循環。そんなボロボロの家に住んでる一致が見える。子供大学まで行かせたらめっちゃ金かかるやろ。こういうのはまずどこの地方かえや。何を言ってるかと思ったらスレタイが家族も買ったみたいになってさしまった。そんなんだから年収400万なんだろ。人身売買かよ。地方ならガキが小さいうちは問題ないやろ。子供手当もあるやろし。子供買うのは興味ないけど専業主婦は欲しいわ。どこで売ってんねや。金より時間の方が大事やろ。まともな教育受けられへんやん。妻が月3万ぐらい稼いでくれや余裕や。親ガチャ失敗。今って私立高校まで無償化進んでるんやっけ。地区によっては手当も出るし今の育児に金かかる部分ってそんなあるやろか。問題は大学よ。逆に言えば大学入学までに貯めたら OK。なんか余裕な気がしてくるな。無利子の奨学金もあるにはあるし。バカにありがちなスレタイやな。Y 無職で家建てたで。4月完成。人身売買定期。Y も嫁買いたい。家だけならなんとかなりそうだけど家族ごと買うなんて無茶しやがって。一人暮らしでギリギリくらいやんけ。ガキおるんならええやろ。茨城なら割といる定期。土地込み新築2000万。駅まで徒歩1時間かかりそうやな。
表情がゴールの右肩下がり器用に。一点集中投資してるようなもんだな。パルミューダみたいな。都内住みならガマルジってくらいやろ。他なら全然いける。田舎ならそんなもんやろ知らんけど。子供小さければ専業者はないけど。そのうち働いてもらえや。安い建売りはほんまやばい。構造躯体もしょぼいし内装も手抜き。断熱性も低く夏暑く冬寒いし。30年後には不良再建。30年も持たなそう。近所にあるけど10年で外壁ボロくなってきてる。Y は全面タイル張りの太陽光発電の家にしたぜ。外壁のタイルが台風で吹き飛んで近くの駐車場の車破壊しまくった話聞いたぞ。メンテナンスちゃんとせんとやべえことなるで。Y も年収360万で専業主婦の子供一人で家買おうと思ってた。結局転職して年収600万。家買う条件で嫁働かせて年収300万。子供2人。世帯年収900万あるから、まあなんとかやってけてる。子供が私立行きたいとか言い出したら地獄化するな。世帯年収600、300の900万やけど、4000万うちローン組む直前やわ。毎月9万、7000円返済やけどきついかね？まだこなしや。子供が生まれても奥さんが絶対仕事続けるっていうタイプならまあ、そうじゃないなら怖いな。それでなくても出産育児って何が起こるかわからんし。独身でもないくせに10万も無理とかボロアパートにでも住むつもりか？全然余裕都内で 2LDK 借りたら安くても12万台。それならいけるやろ。今マンション価格高いし貸付も多くしてもらえるからそういう人は多いと思うで。こなしならこれから子供ができる予定があるか。子供ができた時に600で耐えられるか。600は今後上がる見込みはあるか。この3点クリアできれば問題ないかと。子供欲しいから子供部屋も用意したけど不妊で物置とか開かずの間になることも。子供作らないなら良いけど欲しいなら産んでからでいいんじゃね。600で最低限やりくりできるプランは必要やね。こなしのまま不妊治療するとかなら、結構なお金がかかるし。余裕やで。Y は世帯年収1200万で6000万の家買ったけど節約生活線でも貯金もできとる。やっぱ親から専業主婦とか論外ってしっかり教育されてる女は最高やで。なんとかなるよ。そう言い聞かしてやっていくしかない。子供の笑顔のために頑張るしかないんや。地方ならまあまあスタンダードやろ。畑とか田んぼ持ってたりするしな。俺は自己破産して手放したわ。悩みでストレスか知らんが大病患ったし。友達も最近30年ローン組んだが死ねばチャラと開き直ってる。俺もローン組むときは同じこと言ってたけどさ。Y 共働き世帯年収700万28歳子供1人。4000万の家買ってしまう。偉いなぁ。Y も26歳で貯金150万しかないのに子供こさえたったんご。やん。金はなんとかなるやろ。地方のお坊ちゃまのスタンダードやん。ローンも最大20年が限界や。60過ぎて退職金で生産なんて現実的やないわ。Y は27で去年850万やったけど、もっとおっちゃんで400万しかもらってない人おるん。新卒以下やん。高卒やからしゃあない。そんなの高卒なんて泥人形と同じ価値ってことになるじゃん。えぐいな。住宅ローンって男身がつくから保険とセットだから。ただの借金とはわけが違うわ。立派やと思うよ。Y は30歳600万で独身、賃貸や。Y 実家が土地持ちやから建物代で家建つけどそのためには東京のキャリア捨ててイチゴ農家にならにゃいけん。Y も540万やけど、土地と注文住宅で5500万やで。なんとかなるやろ。子供に奨学金やらせるならいけんじゃね。小中高全部公立で。冷静に考えて100年持つかわからん家を30年ローンで買うのってコスパ悪すぎるよな。なんなら50年持つかもわからんからな。土地が残るから建て替えればええんやで。むしろ死ぬまで賃料払うのって30年ローンよりトータルの負担大きくなるやろ。でも賃貸って他人対価の儲け分払い続けるんやで。他人のために金払ってるってこと。年取ったら下手に修繕せずに土地はあるからプレハブみたいな平屋建てると案外金かからんしええで。土地だけ買うとかできないんか？最悪家とかプレハブでいいやろ。それはもちろんできるけど建築条件付きとか建て売りで買えば土地は割安やで。プレハブなんて仮設建築でしかないから木造より耐久性低いで。ワンボックスと軽自動車の田舎テンプレが嫌いや。去年までは給付金や雇用調整助成金で生き延びた企業多かったけど、今年からその反動で一気に景気悪くなると思うわ。人身売買の話か？余裕やろ。年収330万で25歳の時40年4000万ローン組んだワイもおるぞ。このままいけば30年弱で返せるやで。うるせえ。一番上の子はまだ7歳や。賃貸よりローン安いから余裕すぎ。Y の先輩は53歳で年収400万や。会社でバカにされててかわいそう？会社で年収差がそんなあんのかよ。仕事できない社員はことごとく低い。アメリカみたいな会社やな。なんで仕事できない社員が50までその会社に居座るんや。クビにするの大変なんやで。未だに運動会あるし、タイムカードなくて勤怠は手書きだし昭和みたいな会社やで。
ただ先輩があまりにも仕事ができなさすぎて等級が上がらない。簡単に首切れない。持ち家バカにされてるけど子供おったら持ち家一択やで。それなりの設備やと賃貸では割高になるからな。バカでくさ。その辺境ボロ持ち家渡されて困るの子供やぞ。夫婦とも働きならマンション購入もありとあるんちゃう。マンションの方が家事負担は軽い。刑事事件やんけ。マンションよりは戸建て派が多いんやな。一致と同じ状況の知人おったけど、夜は別のバイト掛け持ちしてたな。頭金入れてないの？親ガチャ外れう。アフガニスタンかな。幸せそうだな。頑張れ。ローンプラス固定資産税もあるのに大丈夫なんか？固定資産税なんて2000万の建て売りなら年10万もいかへんやろ。それよく言うけど賃料には固定資産税を含むんやぞ。オーナーの立場で考えてみろよ。固定資産税より低い賃料で貸し出したりするかいな。零細企業の役員やからローン通りにくいんやが。みんな金利どれくらいなんや。世帯年収700万で家買うなら2500？ 3000万が理想か？子供できたら当然世帯年収下がるし心配や。Y の年収は500や。余裕やろ。余裕すぎて草。2500？ 3000万なら余裕あるんか。今はこなし屋が1？ 2人できたらきつくなってくるか。家4000万まで行くとかなりきついよな。3500万までいけると思うわ。家3500万までなら子供 1？ 2人。Y の年収500万ならいける？嫁の今の年収知らないけど多分250？ 300万だと仮定する。4000はきついと思う。2500、3000の土地家ってかなりローコストだから選択肢かなり狭いけど。めちゃくちゃスタンダードやね。あとは嫁を働かせ続けるためにお前も家事育児フルコミットしろ。3月。ちな今は借金なし車もなしや。田舎に庭付きで家買いたいから車も必要になる可能性あるんよな。大変そうや。庭はちゃんとデメリットも考えや。ただ遊ばせたいだけなら大抵は公園で十分やぞ。よほどの覚悟ないと維持するコストがでかすぎる。確かに。知り合いが雑草生えてうざいだの手入れ大変そうだった。アドバイスありがとう。パート行けば20万稼げるって安倍晋三が言ってたぞ。みんな年収高くてすごいな。底辺夫婦ともに非正規子供1人。夫婦の手取り付き20万やけど今は死んだばあちゃんの家に住んでるから運よく家賃なし。すぐ近くの実家建て替えの時にはワイン家売って残りを親と愛で折半しつつローンなしで建てられるように貯金しとる。実際ローン組むかは金利と税金による。金あるけどローン組んでその金で投資。住宅ローン控除あったら一括で返す。がいいらしいで、実際本人たちの稼ぎ低い時はそうやって親族頼ってやりくりするのが正しいと思う。月30万でも自分たちだけ暮らしてるみたいな生活を送ってるやつより幸福度高いやろ。なるほどな。手持ち1000万円残しとけば年利にくらいなら Y でもいける気もするし減税と運用が借り入れ金利上回ればありかもしれんプランやな。3月やで。でもローンがある残ってる。という不安を解消しときたいなら一括やな。住宅ローンで借りた金を支払い目的以外に使えるっけ？この人が言ってるのは手元資金の話やで。手元資金を入れて借り入れ減らすなら、その入れる分も借りて手元資金は運用いう話や。住宅ローンで借りたお金は即日不動産会社に振り込みやで。その時貯金があっても頭金なしフルローンで現金は投資に回すって話や。ダメだけどいちいちチェックされんし。Y も今住んでる家引っ越したくなったら貸す予定。使えないよ。住宅ローンで借りた金は住宅に使って、一括で買うために貯蓄してた金を投資に回すってこと。なるほどな。今はズプ500や積み2だったら月20万投資してるけどこれでええよってことか。ボーナス払いはやめといた方がええぞ。Y と同じで草。ちな25歳中卒土方年収500万くらい。ガキ2人。一昨年の12月、自民党税制調査会住宅ローン控除解約します。0.4 の変動金利で借りても 0.4 しか控除できなくします。Y そらあかん。予定より2年ほど早いけど家を買おう。早く買った結果、2階が全く使われないデッドスペースになった模様。正直家を買うのなんて子供が小学校に登る前とかでいいと思うで。もっと言うと子供も小学生時代はほぼリビングで生活するから子供部屋もただの荷物置き場のことが多いしな。まあ使わなくてもじじばばが学習机買いたがったりするから手狭にはなるが。子供部屋は快適にするとこ同時になるからな。そうは言っても、小学校上がるまでには建てないと、健康はかわいそうやろ。Y も今上の子が年中だから今年中には建てる予定や。私は産まされた。いろいろ国から補助出るから別にええんやないか。ええやん。金なんかないならないなりになんとかなるもんよ。建築条件付きやら建て売りやらでええやんって思ってたけど、やっぱり注文住宅の方がええで。なお値段。専用主婦買うなよ。
自分で自由に使える金減らしてもいいなら、なんだかんだどうにかなるよ。これはあるやろな。子供どこで売ってんねん。サブスクもとうとうここまで来たんやな。Y の年収600で4000の家買ったけどあかんか？ちな嫁は無職。余裕でしょ。単独ローンで払っていけるなら問題ない。給与もまだ年功序列で伸びる見込みあるんやろ？いざとなったら嫁パートに出ればええし。まだ20代やけど業界が社用や。Y35 で580万や。結婚したい。余裕。夫婦ペアローンでがっつり上限まで借りて都内の新築マンション買ってる人おるけどアホすぎて震える。うおー。でもペアローンなら住宅ローン控除などで得してるとか？あまり詳しくないがアホなやり口なのか。住宅ローン控除は片方だけやで。それこそ返済と修繕積み立てと管理費だけで家計パツパツやろな。借りれるからってローン上限まで借りるのはアホ。ペアローンなら控除両方じゃなかった？収入合算なら片方やけど。ペアローンは両方とも住宅ローン控除できるで。高い家買う場合は片方だけでローン組むよりお得なんや。ペアローンは使えるで。不動産屋の人はペアローンならそれぞれで住宅ローン控除受けられるって話してた。割とマジに今家買うのはありやで。金利アホみたいに安いし変動にしとけば 0.4 くらいやろ。変動金利でローン組むやつってバカなん。上がるときは一瞬やぞ。3、5とかになったらどうすんねん。そんなに上がる可能性は低いよ。変動言うても一定期間は固定されるし。年収400万ってことはまだ20代前半だろ？まだ遊びたいだろうによく結婚したな。家ならええやん。彼女が29歳の持病持ちの無職なんやけど付き合ってもええんか？ちな顔は可愛い。好きならええやろ。その持病が何なのかにもよる。結婚するつもりなら子供をどうするとかどこに住むとか細かいこと早めに詰めといた方がいいと思うけど。負債になる。年取ったら可愛いだけじゃ無理。東京のマンション価格が平均年収の13倍とかニュースになってたな。東京の不動産は世界に比べて割安だからまだ上がるとか煽ってるらしいけど、不動産に関しては近平の言ってることが正しいよな。マンション価格なんて上が思いっきり引き上げてるやろ。府内でもファミリー向けで6000あれば買える。そもそもマンションを支払っていくための原資は給与なのにその給与が伸びてないんだからマンション価格戸建てもだけどは頭打ちになるよ。買える人がいなくなる。マンションの価格はこれからどんどん上がっていきますっていう営業トークに載せられちゃうやつ多すぎ。その価格だと区と言ってもかなり外れの方になるんじゃないか？最近売り出しの多いオグとかでももっと高いやろ。Y は大井町民やけど20年前は 3L が6000万ぐらいだったのが今や遠く行くからな。こんな汚い街で何考えてるんだか。東京の不動産がオリンピック後に下がる言われてたけど下がらんのは外国人のおかげ。Y 世帯年収800で4000万マンション買ったで。まだ子供おらんし車持ってないけど不安や。Y 年収700の貯金1200人やがマッチングアプリでワンチャンあり？ちな38歳顔は普通面と思いたいいない歴は1年半や。ブサ面でもいけるよ。不動産はあとは人口減少でどんどん安くなるからな。東京以外は空き家だらけで格安で家買える時代来るな。つつましく暮らせば良いだけだろ他人と比べても年収は上がらん。ペアローンは離婚する時が地獄。あとどっちかが働けなくなっても地獄。無事にローン返し終われるといいな。ぶっちゃけ普通にいける。南税的にはハードルが下がってまうからいけない方が都合ええんやろけど。なーには井上年収500万で子供5人も産みよって無事貧困や。年収1100万やねんけど7000万の家買うためにローン審査中やわ。建売りなんか15もしたら無価値なのによく買うな。自分の持ち物にもならん賃貸に同じ金額払い続けるのも虚無やろ。なんで資格が賃貸なん？ホームレス？投資をじって戸建ては負債、マンションは資産って言うけど所詮は紙の上の話やなって思うわ。家族ってそういうもんちゃうやろ。ここのスレにいる南税民の平均年収高そう。マンションなんか満足にタバコも吸えない。庭園みたいな広さの庭はいらんけどある程度庭がある方が車も止めやすいし隣の家との距離空間があるからあるに越したことはないよ。すごいな。Y 年収700万でも一人暮らし精一杯やのに。何に使ってんねん。Y なら使い切れない。貧困ドキュメンタリーとか見ると無職でも子供作ってるがまるじとかおるし。それで幸せならええやろ。絶対に注文住宅の方がええで。建て売り手。設計事務所に頼んだら結果としてコストに対してパフォーマンスの高いかっこいい家が建つから調べてみー。はすぐっちゃうからコスト派がとっとるわ。Y もそれで注文住宅にしたわ。でも高すぎー。
今回は、年収400万なのに子供2人と専業主婦とマイホーム買ったんやが、というスレを紹介しました。どうだったかな？子供飼ってたことになってて草。専業主婦まで買ってることになってたわよ。スレたいだけで一致のことを変なやつだと思ったぜ。真剣に意見を求めているのか天然なのか最初わからなかったわ。一致自身もスレたいがおかしいことに気づいていたな。お金で作った家族。人買いなんだぜ。本題の方はどうだった？やっていけるかの話だな。この家族構成で年収400万円ってどうなの？スレミンも言っていたが住む場所にもよるぜ。子供がもう少し大きくなったら奥さんも働いた方が良さそうね。実際問題はそこだと思う。やっぱりそうよね。中学生になるまでに2馬力でどこまで貯蓄できるかが勝負だと思うぜ。奥さんが働く意思があまりないって言ってたけど大丈夫かしら。そうなると住む場所によってはかなり生活レベルを突き詰めていく必要があるな。竹売りと言っても2000万円は安いと思ったわ。そうだな。賃貸だと4人で暮らしていくことを考えたらかなり家賃が高くなりそうだからな。じゃあやっぱり収入が上がっていったり、共働きでやっていくことが一番ね。子供が大きくなるにつれてかかるお金も多くなっていくから少しずつでも収入が上がらないとな。進学のタイミングとかにまとまったお金が必要だもんね。そういうことだぜ。子供のやりたいことをさせるのもお金が。東大合格者の親の平均年収が1000万円以上って話もあるからな。まあなんとかなりそうではあるね。唐突に飽きて草。ご視聴ありがとうございました。